ちは、北さんです。私は今、東京駅にいます。今回宿泊するカプセルホテルは、漫画アートホテル東京、本の町神保町にある漫画に囲まれたおしゃれなホテルです。Google マップの口コミは 3.9。たまーに不安になるコメントが見受けられますが、実際どうなんでしょう。ちょっとドキドキです。では行ってみましょう。東京から東京メトロ丸の内線に乗ります。淡路駅に着きました。東京駅から2分くらい。ホテルへは B7 出口が一番近いです。B7 出口はエレベーターはないです。エレベーターは A6 出口、エスカレーターは A7 出口にあります。7番出口に着きました。階段登るよ。ホテルは B7 出口から徒歩1分です。B7 出口からまっすぐ進み、1個目の道を右に進みます。ちょっと間違えて2個目の道指しちゃってます。2個目の道の信号のところにセブンイレブンがあります。漫画アートホテル東京のあるビルに着きました。空き店舗の裏側に入り口のエレベーターがあります。神田テラスというビルの4階と5階が漫画アートホテルです。チェックインは16時からです。荷物の預かりはチェックイン日の12時以降なら OK だそうです。でもフロントは無人なので部屋に自分で置いておく感じです。ロッカーはないです。ではフロントがある5階へ行ってみます。フロントのある5階は男性フロアで4階が女性フロアになっています。フロントに着きました。フロントは無人です。監視カメラがあります。チェックイン方法の説明があります。まずはレジストレーションカードを記入します。記入したらタブレットでオンラインでチェックインします。該当する言語をタップして、右上のビデオマークをタップしてオペレーターにつなげます。本人確認を済ませたら部屋番号と入り口の扉の番号がタブレットに表示されます。忘れないように写真を撮っておくといいと思います。レジストレーションカードをセキュリティボックスに入れるように言われます。パジャマは200円でレンタルできます。支払いは QR コードからクレカか PayPay で支払えます。現金は不可です。数に限りがあるので注意です。前は一斉フロアへの行き来ができてましたが、現在は条例に基づきダメになってしまいました。男性フロアの漫画が読めないことになっててショックでした。4階の女性フロアに来ました。チェックイン時に教えてもらった暗証番号を入力して入室します。中に入ると想像以上に可愛くてテンション上がりました。はい。では今日の寝床へ参りましょう。予約時に部屋は下段上段と選択できます。私は下段にしました。入り口の出っ張りで頭を3回くらいぶつけてしまいました。中を覗くとこんな感じです。ベッドの厚みがカプセルホテルでは見たことがないくらいすごいです。
そのため室内の高さが犠牲になっていました。中に入ってみます。うんしょ、うんしょ。カメラ持ちながらなのでやや苦戦しております。中に入れました。カプセル内から外を見た風景。仕切りはカーテン。カプセル内にはバスタオルが1枚。枕はふわふわ。布団は薄いけど重めで夜は暖かく眠れました。ハンガーが2つ。室内の高さがないので普通の上着でも下は吸ってしまいます。ミニ扇風機。風量は調整できます。USB タップ。タイプ A と C があって便利です。金庫。暗証キーの設定方法は中に入っていました。中は結構広いです。ちょっとした棚があります。レンタルしたパジャマと入り口に置いてあった歯ブラシをとりあえずここに置いておきます。寝っ転がってみました。ベッドの長さ200センチあるので余裕です。ネットの速度は普通かな。荷物はベッド下の隙間に置きます。では館内設備を見ていきましょう。シャワー室が2つあります。シャワー室内にはゴミ箱があるだけ。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープはカプセルルーム入り口前に置いてあります。脱衣所にハンガーとカゴとバスマットが2つあります。まあまあ綺麗です。シャワー室のさらに奥に進むと洗面所とトイレがあります。洗面所は4つありました。ここも白で統一されています。紙コップとハンドソープがあります。横にドライヤーがかけてあります。パナソニックのです。ドライヤーは24時から朝の7時の間は使用は控えてほしいとのことです。洗面台の下にペーパータオル。トイレは洗面所の後ろに2つあります。とても清潔で綺麗でした。ウォシュレットも完備。あと入り口の近くにも3つトイレがあります。カプセルルームの扉の前には使用済みタオルを入れるカゴ。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ。シャワー室にはないのでここから持っていきます。引き出しに入っているのは連泊者専用のタオル。連泊しない人はベッドにあったバスタオルだけが使用可能です。あとはゴミ箱。不燃ゴミと可燃ゴミで仕分けして捨てます。カプセルルームに入ってすぐのところに椅子とテーブルがあります。飲食はここでのみ OK。デスクの上にはルールブックが置いてあります。デスクの横にアメニティがあります。歯ブラシ、耳栓、カミソリ、USB ケーブルもありました。デスクの横の棚をよく見たらコテも置いてありました。わかりにくいところにあるせいか、ほこりが若干かぶってました。4階の説明。電子ケトルと電源タップ。窓には避難経路の案内。おすすめコメント付きの漫画。デスク前の窓からの景色。夜ご飯は外へ食べに行くので、それまで漫画を読みながら時間を潰そうと思います。何読もうかな。
づいたら外が暗くなってました。では出かけるとしよう。夕食は宗龍アスカラングレーと一緒にすることにしました。ドアが閉まります。ホテルの周りには飲食店がたくさんあって、秋葉原も近いからそっちに行こうかなとも思ってたんですが、アスカのリクエストは渋谷。ということで渋谷にやってきました。ホテルから渋谷まではだいたい30分弱。地味に遠いんですよね。ハチ公の写真を撮るために長蛇の列ができてました。もつ鍋を食べて、その後スタバへ行きました。渋谷ツタヤの2階にあるスタバはトールサイズオンリーです。ここのスタバは渋谷スクランブル交差点を眼下に一望できます。ホテルに戻ってきました。帰ってくるのが遅くなり、ドライヤー使えないのでお風呂は明日にします。パジャマに着替えて歯磨きだけして寝ました。夜になると館内は少し肌寒かったです。館内全体のエアコンの調整は洗面所の後ろ側にあります。でもカプセル内は暖かかったです。では寝ます。おやすみ。おはようございます。ぐっすり眠れました。部屋の外はちょっと寒い。シャワーを浴びに行きます。11時チェックアウトなので、時間に余裕があります。暑い場所はちょっと狭い。シャワーを浴びてドライヤーで髪も乾かしました。使用済みのタオルを返却します。まだまだ時間があります。ベランダや部屋で漫画を読みながらゆっくり過ごしました。チェックアウトの時間です。チェックアウトは特に手続きは必要ないです。このまま帰って OK です。ありがとう、漫画アートホテル東京。最後に感想を述べます。Google マップの口コミで不安になるものもありましたが、実際泊まってみたら全く問題なく快適に過ごせました。オープンして6年経っているので、ところどころそれなりに味が出ていましたが、全体的に掃除がきちんと行き届いていて、清潔さがありました。一つあれと思ったのは、アートの観点で漫画を厳選しているというコンセプトです。実際に並んでいる漫画を見ると、もしかしたら少し方向性が変わったのかなと感じる部分もありました。陳列もかなりぎゅうぎゅうで、年季を感じる漫画もちらほら。ただお客様の声を聞いてアップデートしていくというインタビュー記事も見かけたので、その結果なのかもしれません。オープン当初のおしゃれ超重視という雰囲気からは少し変わった印象はありますが、それでも内装はとても素敵で、楽しくてワクワクする空間であることに変わりはありません。宿泊料金はだいたい3000円から7000円台。私が泊まった日は3230円でした。東京でこの価格、このクオリティは正直すごいです。宿泊費をできるだけ抑えたい人にはかなりおすすめだと思います。ではまた見てくださいね。バイバイ。